つもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は伊豆市修善寺に来てみました。川ととっこの湯にお寺や街並みを川の流れる音を聞きながらぼーっと眺めてるだけでも何か癒される感じがすごく心地いいですよね。海や山の景色も好きですが、川や街並みの景色もなかなかいいもんですね。見た目だけではなく精神的にもいよいよ大人になってきてる竹千代です。よろしくお願いします。さて今回はこの川のすぐ近くにビーフシチューも食べられるお蕎麦屋さんがあるとのことで早速やってきました。あのお店ですね。とりあえずお店の正面へと移動したいと思います。こちらがお店の入り口になります。今回お邪魔させていただくこちらのお店は伊豆市修善寺の湯の宿花子道内にあります修善寺そば処色紙さんです。営業時間は11時30分から14時で定休日は不定休となっております。駐車場はお店の横に専用の無料の駐車場が完備されており、乗用車15台分駐車することができます。またコンクリで平面のためバイクでも止めやすいと思います。あとここへ来てショックな出来事がありました。楽しみにしていたビーフシチューの店は閉店しており、今はお蕎麦屋さんのみの営業となってました。どうやら 2,3 年前には閉店しており、調べた情報が古かったみたいです。というわけで今回はお蕎麦屋さんの動画となります。それにしても伊豆市は本当にお蕎麦屋さんが多いですよね。いつか伊豆市のお蕎麦何選などの動画が作れそうな勢いです。あとお店の入り口にこのような写真付きメニューがあると初めて行くお店の場合はありがたいですよね。そして中の通路を少し進むと再度お店の入り口があります。それでは行ってみましょう。お邪魔します。客席はこのフロアだけで2名用の椅子テーブルが6つに4名用の椅子テーブルが5つもあり、横のフロアにもいくつもテーブルがありましたのでかなりの人数入店可能となっております。また大きな窓ガラスがあることで開放的な空間となり、窓際に座ることができれば外の景色を楽しみながらお食事をいただくことができます。それではメニューを見てみましょう。上から色紙御膳、天ぷら御膳、とろろ膳、天ざるにとろろそばにざるそば、天ぷらそば、しいたけそばにおろしたぬき、倍盛り富士山盛りそばにカレー南蛮カレーライスです。あとはドリンクメニューのアルコール類とソフトドリンクがあります。続いてのメニューは冷たいものと温かいものに分けてありますが、基本的には前のページが文面になっただけですね。こちらはご飯物ですね。ちなみにお蕎麦は蕎麦と黒米蕎麦の2種類があり、蕎麦ではなく讃岐うどんに変更することもできるようです。続いてはドリンクメニューの三日日みかんハイボールです。角で作るんですかね。贅沢なハイボールですね。飲み口良すぎていくらでも飲めそうですね。続いてはこちらの花子道自慢のハイボールです。角ハイボール、価格は先ほどの三日日みかんハイボールと同様700円です。続いてはランチタイムサービスとして生ビール800円が200円引きの600円とのこと。一番テンション上がるわーと思いましたが、よく考えるとこのお店ランチタイムしか営業してないから常時600円だし、価格としても別に普通ですね。こちらもランチタイムサービスのどでかいジョッキのメガハイボール税込み1000円です。おかわりするぐらい飲む人だったらこっちの方がお得かもしれませんね。あとはでっかいエビが自慢の天ぷら御膳の写真付きメニューと店長おすすめの色紙御膳に、こちらも店長おすすめの金目鯛煮魚御膳です。それでは注文も完了したので料理の到着をお利口さんにして待ちます。まずはランチタイムサービスの生ビール600円です。結局注文するんかって感じですよね。そりゃしますよ。だってランチタイムサービスですもん。店長おすすめの色紙御膳2500円です。色紙御膳の内容は天ざるそばにけんちん汁、小鉢にお漬物にとろろ飯にフルーツの全部のせのようなスペシャルメニューです。ざるそば用の薬味とつゆの他にお塩が一緒にあるのはちょっと嬉しいですね。全体を見るとこんな感じ。すごい量ですよね。お値段もまあまあしますがボリュームたっぷりの大満足料理といった感じです。それでは一つずつ見ていきます。まずはお蕎麦です。意外と量があります。続いて天ぷらです。大きいエビが2本にナスにさつまいもにしいたけと種類豊富です。続いてはけんちん汁。これは固形燃料でこれから温めます。そして薬味におつゆです。おつゆは優しい味となってますが、わさびを入れることで風味が増し、そばの香りも引き立ちます。お蕎麦は特に何も聞かれなかったので普通のお蕎麦だと思うのですが、せっかくなら黒米そばがどんなものなのか食べてみたかったですね。それにしてもこの箸、
持ち手の部分がくびれてるので若干持ちにくかったです。本来はサポート的な感じで持ちやすくなるんでしょうけど、慣れるまでは何か違和感を感じます。続いては天ぷらです。まずはエビ。かなり長いエビということもあり食べ応えがあります。しかも2本、すごい得した気分になれます。続いては椎茸の天ぷら。先ほどのエビもそうですが、カラッと揚がっててとても美味しいです。しかもこの椎茸かなり肉厚です。またお塩との相性も抜群でした。続いては漬物に小鉢にとろろ飯にフルーツです。とろろの味付けがとてもよく、ご飯との相性も抜群です。途中でわさびを溶かして爽やかさがアップし、より美味しくなりました。漬物小鉢フルーツも美味しかったです。続いてはけんちん汁です。見た目はかなり薄そうに見えますが、実際はお出汁がしっかり効いてとても美味しかったです。最後はそば湯でほっと一息タイムです。こちらのそば湯はかなりさらっとしたタイプでした。おつゆ自体がそこまで濃くないので、そば湯の入れすぎに注意です。続いてはカレー南蛮税込み1200円です。こちらはそばではなくうどんにしてみました。もっとがっつりボテッとしたカレーうどんを想像しましたが、ちょっと甘口なカレーでスープにとろみが効いており、麺は讃岐うどんということもあってもっちり歯ごたえがよく美味しかったです。最後はとろろ膳税込み1500円です。美味しいとろろをがっつり食べたいという方におすすめの一品です。あとこちらにはいろんな有名人が来てるようでサインがたくさんありました。また芸人さんとの写真も貼ってあり、こういうの記念になっていいですよね。ちょっとだけ羨ましいです。強がりです。ちなみに決済方法は現金の他にクレジットカードやプリペイドカード、電子マネーにコード決済が可能のようです。いろんな種類の料理が食べられる色紙御膳は特に天ぷらが美味しく、とろろも最高でした。カレー南蛮うどんもうどんのもちもち感やほんのり甘口なカレーにとろみの効いたスープが何か新しい感じがして美味しかったです。そういえばこのとっこの湯って今は見学のみですが、当時はすごい暑かったのを覚えてます。このとっこの湯が台風で川が増水して被害に遭ったのをニュースで知った時は、何か切ない気持ちになったのも記憶に新しいです。あれってもう20年以上も前なんですね。時の流れってのは早いものです。話を戻しますが、もしあなたもこの辺りに遊びに来て観光ついでにランチの予定がないようであれば、こちらの色紙さんでお食事をされてみてはいかがでしょうか。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでも参考になったとか面白かったと思っていただけたのであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押してもらえたり、コメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。